次はですね、皆さんご存知かなと思いますけど、レノンクスラウンジ、はい、これがですね、場所がレノンクスアベニューと125と124ストリートの間です。はい、正確に言いますと288レノンクスアベニュー。ここはもう結構ね歴史が古くてですね、1930年代にオープンして、残念ながら2017年に、閉まりました。クローズしました。はい、なんかここはねもう本当にね超一流の人が昔はね出ておられたみたいですね。もう名前を言ったらねもう驚き、もう本当驚きですね。例えばビリー・ホリデー、あとはねマイルス・デイビス、そしてなんとジョン・コルトレーンなんかもね昔はなんか演奏してたらしいですね。はい、もうそのくらいね本当に歴史のね長い、いいお店だったみたいです。で僕は90年代にねここで何回か演奏しました。はい、バーがこうありましてですね、奥にこうねラウンジがあるんですけど、ちょうどそこになんかカーテンがなんかしてありまして、その中入るとミュージックチャージが取られる。でも手前だと、手前のバーに座ってても音楽が聞こえると。で僕が演奏した時はね中でも演奏しましたけど、手前のとこでも演奏しました。はい、確かねエレック・ジョンソンが毎週水曜日ここでねハウスバンドでやってたような話をねエレック・ジョンソンから聞いたことありますけど、なかなかねハーレム独特の雰囲気のあるね、ちょっとそんなめちゃくちゃファンシーじゃないんですけど、ローカル的なねなんかでもちょっと泥臭い感じのね、いいお店でした。はい、レノンクスラウンジを紹介しました。そんなわけですね。はい、どうもレノンクスラウンジでした。はい、次はですね、あんまり皆さんご存知じゃないと思いますけど、ミケルズっていうお店を紹介します。これはですね、場所はねコロンバスアベニューと97ストリートのちょうどコーナーですね。北と西ね、ノースウエストちょうどコーナーのところにねありました。今はねもう全く面影ないですね。ホールフーズマーケットに変わってますけど、ここにありました。僕もねこの辺に木がこうあってね、この辺にあったのももう覚えてます。はい、でこのミケルズはですねどっちかというとビバップとかあんまりねやらないで、どっちかというと R&B とかね、モダンジャズやってて、でちょっと調べたらねいろんな人がやってまして、なんか昔はスティービー・ワンダーとか出たみたいです。でウィントン・マレサレスとかアート・ブレーキとかね、僕はね、ドクター・ロニー・スミスのバンドでねここ出たことあります。その時のメンバーがねもう素晴らしかったですね。バリトンサックスがロニー・キューバ、はい、でねテナーももう吹いてましたねその時にね。でなんとトランペットがランディ・ブレッカーですね。はい、マイケル・ブレッカーの弟さんですけど、ギターはね確かなんか入ってたと思うんですけど、ちょっともうね大昔で思い出しません。2巻だけでやったかわかんないですけどね。はい、すごいいい店でね、楽しくねロニーさんとロニー・キューバで、ランディ・ブレッカー、そんな感じでバシッとねスタンダードをやって本当に楽しかったですね。はい、そんなわけでですね、これはこのお店は意外とねそんな長くはなかった。1969年から、1991年までですから、僕はよく出たのは、80年代の、ね、終わりぐらいですね、ロニーさんと出たのは。はい、そんなわけでこの辺にはねあんまりジャズクラブはないんですけど、ポツンとねこのコロンバスアベニュー、ハーレムのちょっと手前ですよね。はい、場所的にはね皆さんこう、お金のある人たちが住んでいるエリアだと思いますけど、素晴らしいお店でした。はい、ミケルズを紹介しました。
はい、皆さん、次はですね、もう本当にね、思い出がたくさんあるお店です。皆さんご存知のね、クレオパトラニードルス。これはもうね、本当にね、若い人たちが例えばニューヨークビジット遊びに来たりとか、住み出してね、若いミュージシャンが本当にここは一度は演奏したっていうお店です。はい、もうダウンタウンのね、ガラージと同じような感じで、はい、ここはもう毎晩音楽が入ってまして、早い時間メンバーのが出てですね、あとはその後はジャムセッションね、ほとんど毎日のようにやってました。で水曜日とあれですか、日曜日がオープンマイク、ボーカルの人たちのためにね、オープンマイクっていうのをやってました。あとはもう全部インストゥルメントね、僕も最初の頃はね、いろんな人でやってるんで、チャンピオンフルトンとね、よくやるようになりまして、でそうですね、ここがお店が閉まったのがですね、コロナの前、2019年のちょうどクリスマスイブの前の日ですね、12月の23日の2019年にピシッと閉まりまして、急に閉めたんですね。確かに前になったらね、ちょっとビジネスがだんだんスローダウンしてきたのはあったんですけど、残念ながらね、2019年の12月に閉まりました。で僕はもうこのお店は90年代ぐらいからかな、ずっとお世話になってね、あとは今有名になってる若いミュージシャン、僕らの、ね、年代のもうちょっと若い人たちはもうほとんどね、みんなここで演奏してたと思います。ロイ・ハーグローブなんかもやってたと思いますしね、あとはマリサイズもよく出たんじゃないかなと思いますよ。今のもう若手のね、中堅のドラマなんかもみんなここでね、ハウスバンドでやったりしてました。もう本当にいいお店でね、お世話になりました。もともとね、オーナーの人がこういてですね、で、その人が亡くなって弟さんのヘアっていう人がね、テイクオーバーしてやりだしたんですけどね、バーがこうね、こうぐるーっとね、大きなバーがあって、あとテーブルもあってね、本当にね、雰囲気のいいお店でね、この辺にふさわしいデコレーションもね、本当にいい、綺麗でね、サウンドも5件だったですね。グランドピアノも置いてあって、ハウスドラムセットも置いてあって、みんな本当はお世話になって、亡くなったらみんなショックです。僕はね、時々僕も自分のバンドでね、こう出て、愛妻のね、ちいちゃんこと千尋ちゃんにもね、歌ってもらってね、楽しい思いをねさせていただきました。楽しい思い出たくさんあります。マーク・デバインと火曜日のジャムセッションをよくやるようになって、そうですね、たくさん日本から旅行に来た方とか、留学で移られた方とか、必ず一度は立ち寄ってくださって、挨拶がてら演奏しに来てくれて、で皆さんがお互い出会って、バンドを作ってみたりとか、ハングアウトする仲間を見つけたりとかしてたと思うんですけど、どうでしょうか。そうですね、その通りです。もうそれをね、言おうと思って忘れてましたけど、千尋ちゃんがおっしゃる通りにね、本当に例えば日本から来る若いミュージシャンね、一度はニューヨーク寄るんですね。寄って僕がね、ドラムでやってるからって挨拶に来てくれて、ちょっとバークリー行ってきますっつってね、でしばらくちょっとなんていうんですか、マンハッタンのね、いろんな学校に行きますっていうのは、で特にバークリーなんかはね、行った人がまたね、卒業したらまた戻ってきてね、また戻ってきましたっつって、田中さん帰ってきましたっつってね、寄ってくれたりして、本当になんかこううまいことね、情報をね交換できるよね。みんなこのいい出たり入ったり、ニューヨークね来た人、またどっか行ってまた戻ってきて、そういうね、常になんかここは拠点にしてね、みんながこう集まってね、ジョイントしてくれたいいお店だったですね。であの時はね、僕が例えば演奏してて、あの時田中さん聞かせてもらいました、出展させてもらいました、今でもね時々連絡を取り合ってね、いいコミュニケート取れてます。そんなわけで、そういう意味ではもう本当にね、情報をこう分かち合えるというかね、本当にいいスポットのねお店でした。先ほど言いましたね、毎週火曜日
マーク・ディバインとねトリオで演奏してまして、ベースがヒデちゃんでね、で8時から1時ですから、結構ねどっかで、ね、こう音楽を聴きに行ったりしてね、でその後もこう寄ってくれたり1時までやってましたから、特にねルーさんなんかはねスモークにちょっと早い時間見に行って、その後また12時過ぎぐらいに寄るんですね。で寄ってちょっとバーに来て、時々気分がいいとね、おい一杯ずつ飲むかっつってね、で一回ね来てくれてね、こんな話があるんですけどね、ロッテリーに当たったって1万ドル当たったって言うんですよ。でこう当たった券を、ね、見せてくれるの。そうしたらもうみんなイエーイってみんなバーッと集まってきて、これ一杯おごってもらえるかなと思ったら、本人水飲んでですね、僕らにずーっと待ってるんですけど、もう1時になっても全然その一杯結局ね一杯もおごってくれなかったですね。そんな1万ドルですよ。まあそんなこともでも全然関係ない時に「おいちょっとなんか飲むか」って飲ませてくれて、でも1万ドルのねロッテリー当たったらやっぱりちょっと一杯ずつみんな飲めやってね、なんかそんな感じはあったんですけど、でもルーさんはお酒飲まない人だから、その辺がちょっとこうね、お酒飲む人だったら「ちょうど一杯行くか」っつってね飲ませてくれたかは分かんないですけど、まあそんな話が。あとはね、本当ジョニー・オニエルとかね、ちょっとパーッと遊びに来たりとかね、で歌って素晴らしいピアノも弾いて歌ってね。あとはねドラマではレロイ・ウィリアムスとかね来てくれましてね、いろんなドラマ聞きに来てくれました。はい。あとはねクリフォード・バーバラもね聞きに来てくれる有名なね素晴らしいドラマですけど、まあそんなわけですね。はい。本当にねみんなが集まるいいジョイントのね、火曜日は本当に What's Happening いいジャムセッションでした。いろんな人が来てくれました。まあ若手ではねジェイソン・ブラウンも聞きに行ったりとかね、いろいろ、はい、そんなわけで場所はですね、ブロードウェイのちょうど93ストリートと92ストリートの間ですね。はい、ウエストサイドです。はい、そんな思い出たくさんある店です。はい、クレオパトラニードルでした。